皆さんこんにちは。ナロー系レビュアーの登竜門みたいなものがあるらしいですね。風の噂でふわっとどこかでそれと長く聞いたことのあるメイドのリコです。そんな登竜門的存在の作品を今回は動画にいたしました。今回ご紹介するのはこちら。異世界で孤児院を開いたけど、なぜか誰一人巣立とうとしない剣です。作者は、初枝蓮華様です。正嗣様の愛称で、結構かなりものすごく有名な作品みたいですね。有名なのはウェブ小説だけ、という説もあるようですが、ウェブ小説は、レビューをお願いされているウェブ小説を全部動画化し終わったらしましょう。お願い、どうか切らさないで。そんな超有名人気作品の漫画版の感想を言っていこうと思います。これより、ネタバレを含みますので、嫌な方や、気分が優れなくなった場合は、ブラウザバックしてくださいね。あなたの体調の方が大切ですから。いいですね。始めますよ。では、正嗣様のあらすじはこちら。異世界転移という名の拉致をされてしまった正嗣様。特別でも何でもない守ると鑑定というスキルを持っており、こんなんじゃ下級勇者にもなれないぜ。ということで追放されてしまいました。この世界で生きていくために、廃墟同然の孤児院を経営することにしました。人よりもかなり大きなドアが倒れ、バタンと大きな物音を立てたにもかかわらず、全く警戒せずに獣耳少女を襲っている人語を話すゴブリンに遭遇。ここから立ち去れ。というゴブリンに脳を突きつけたことで襲われる正嗣様。しかし、守るして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 守るしました。こいつらが襲ってきたから対処しただけの正嗣様に、獣耳少女が心酔し、忠誠を誓い、従者を希望します。役に立つという証をもらうため、裸になり抱いてもらおうとしだします。子供のお前にそんなことできないだろ。とお断りする正嗣様。そんなこんなで、正嗣様の孤児院立て直し計画が始まります。いや、ちょっと。あらすじ書いている時点で笑いが。書いていて、一文一文がおかしいのなんのって。一つ一つ見ていきましょうか。異世界に拉致されたのは、日本人によくあることなので、もう突っ込まないとして。ありふれているスキルを持っていたからってだけで追放したおまぬけな国王にも突っ込まないとして、孤児院へ連れて行く道中の兵士の正嗣様に対する態度は何なんですか？ゲラゲラ笑いながら正嗣様をけなすんですよ。あなたたちが自分勝手に拉致してきたっていうのに悪びれる様子がないって相当クレイジーですよね。この国民たちって大丈夫？って心配になります。あと、下級勇者って何でしょうか？この単語から推察できるように、この世界は勇者が何人もいるパターンの世界みたいですが、階級で分かれているなんて珍しい。後々説明があるんでしょうかね。ちょこっとだけ気になります。この2つのスキル、特に、守る、について、動詞を名詞として使う感性は独特だなぁとは思いました。一緒に拉致された他の人のスキルだって、六法極めし魔術師、とか、聖騎士、とかいう。明らかに職業名のスキルがあるくらいですし、動詞のスキル名があっても不思議じゃないですよね。しかし、特別でも何でもないというのがわかるくらいにはありふれていて、能力がわかっているはずなのに、なんでこんな優秀なスキル持ちを手放したんでしょうか？しっかり能力を見極めずに追放した無能国王が全部悪い、っていうこと？それとも、守る自体は平凡なスキルだけど、異世界人特典で能力が格段に向上したとか？某回復術師だって、勇者特権でヒールが大幅に向上、というか別物になりましたし。だって明らかに守るがヒール並みに万能になってるんですもん。こんなの説明してくれなきゃわかりませんよね。守るの補助スキル？何？スキルを補助するスキルって、あるんだったら最初の段階で表示されていますよね。スキルのレベルが上がったから補助スキルが手に入った？
戦闘もせずスキルも使わず、王宮から直接孤児院に来たような気がするんですけれどね。謎ですね。そして、その超すごい守るでこいつらを倒した正嗣様。誤色かな？ゴブリン1匹しか見えなかったんですけれど、実は原作では何匹もいたのかしら？でもページの都合上1匹しか出せなかった。と。それでも漫画では1匹なんだし、修正しましょうよ。爪が甘いですね。そして、救われたことで即落ちした獣人の女の子、ルシア。即落ちするのも、いきなり成功を求めるのも、獣人で、元奴隷だったから。勝手に守るしたから。と言い聞かせれば、納得できなくも、ないですね。髭を剃る作品だって、お礼に成功させるのが当たり前、という JK でしたし、なんらおかしくはないですね。ただの人間であったのなら、救っただけで即落ちして体を差し出すなんておかしすぎる展開ですが、獣人だから、元奴隷だから、髭を剃る作品でも家に留めただけでさせるくらいハードル低いから、おかしくありませんね。人間の価値観とは違う種族を持ってくるのは案外便利なものですね。人間とは違う価値観を持ってるから、人間の尺度に合わせないで。と言えば何も反論できず、許されますし、人間でしたら、いくら危機的状況から救ったとしてもこんな即落ちするわけないじゃん。女の子バカにしてるの？って言えるんですけれどね。ちなみに、正嗣様がルシアを安心させるために頭を撫でたのですが、これは親かご主人様しか許されない行為なんですって。旦那さんかわいそう。夫婦同士ですら頭を撫で合うことはできないって、なかなか厳しい関係性なんですね。獣人が結婚という対等な関係性はなく、すべて主従契約で夫婦になる。というのでしたら、わからなくはないですが、一方的にしか撫でられませんけれどね。私なりに、頑張って冷静になりながらこの作品を見ていきましたが、まあ、きついです。その後もおかしな部分はいろいろあるんですが、重曹って異世界に売っているものなのでしょうか？重曹って私たちの世界でも結構最近出てきましたよね。機械化や電気すらあるのか怪しいあの世界で重曹なんてあるのかなーって。その重曹を使って石鹸を作ったわけですが、重曹と水と油だけで作った石鹸でなんで泡立つんですか？泡立つためにはココナッツオイル入れるんじゃなかったかな。でも、異世界の油だから、ココナッツオイルの成分も入った油なのかしら？続いて、同じ重曹を使ってホットケーキまで作っちゃうんですよね。大丈夫なんでしょうか？食べても。掃除で使う重曹と食べる重曹は不純物が違ったりしますが、確かめもせずよく平気で使えるなぁと思いました。卵と一緒で、焼けば大丈夫でしょって感じなのかもしれませんけれどね。そんな細かいところの上げ足取りしてもしょうがないですよね。細かくない部分として、正嗣様について、はあ、やれやれ、とか、ふん、とかの不機嫌なのか人を見下しているのか、そういう態度が非常に目につきます。ずっとじとめなのも気になりますし、好きにはなれない主人公でした。この主人公に対しては好感とか感情移入なんかはいらない物語なんでしょうね。だとしたら何を見ればいいんでしょうか？ルシアのような可愛い孤児たちを見続ける作品。そしたら主人公が前面に出過ぎていて見るに耐えませんし、バグみたいなスキルで無双する必要もないし、私の理解度が足りないのかな。どこにも面白みを見出せない作品でした。ウェブ小説をだいぶマシに、マイルドにしたせいで、何の感情も湧かない平凡な作品になっちゃったのかしら。真にこの作品を理解するためには、やはりウェブ小説を読まないとダメなんでしょうね。ああ。辛い。今回のレビューはいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままにレビューしていきます。このような私にレビューしてほしい作品がありましたら、コメント欄か Twitter でご連絡ください。気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。
また次回、レビューしたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。